皆さんこんにちは、みさとです。ここは JR 神戸線兵庫駅です。先ほどこの駅から出ている和田岬線を乗り終えたところです。さて今回は JR 西日本 QR2デーパス2日目の旅の後編です。7時56分発の快速姫路行きに乗ります。兵庫駅には新快速は止まらないので快速です。須磨の浦の海岸を見たり、舞子駅を出てからの明石海峡大橋と車窓を楽しみます。兵庫駅から38分で加古川駅に停車。ここで快速を降りて先発の8時37分発の新快速姫路行きに乗り換え。さて昨日から使用しています JR 西日本 QR2デーパスですが、昨日の乗車区間の運賃を計算してみました。昨日だけでご覧のように合計4900円かかりました。ということでこのフリー切符の4000円分より900円余計に乗っていて、すでに元が取れています。一安心しまして、今日は駅で降りての旅中心でお送りします。8時49分、この新快速の終点姫路駅に到着。今日は姫路の旅です。ところが朝から和田岬線に乗ったのはいいのですが、地下鉄車内で6時前に座った後、次に座ったのが8時前の兵庫駅からの快速電車の中。早朝から2時間立ちっぱなしで歩きもしていたためか、駅で降りて眠いというか急な疲労感に襲われました。このままでは旅を楽しめませんので、駅前にある快活クラブで一休み。1時間程度なので個室ではなくて飲み放題カフェでいいかなと。半個室っぽい飲み放題カフェ席があったので、そちらを利用させていただきました。こんな高さの仕切りがあります。ここで食事してもよかったのですが、後の祭りです。こういうこともありますね。ここで1時間ばかり休んでいました。1時間で490円。ワンコインで1時間休めてフリードリンク付きでした。体力も回復したところで向かうのは姫路城です。姫路駅からお城の桜門橋まで歩いて15分ほどなので徒歩で行きます。途中でこんなポストを見かけたり、こちらは中車の石垣で、手前の道路が埋め立てられた中堀という感じでしょうか。姫路城が近づいてきた実感がします。他にもシャチ河原があったり、そして大手前公園が見えてきます。現在地はここで、大天守まではまだまだありますね。ようやく内堀のところまで来ました。見えている桜門橋を渡ってようやく大手門を抜けます。門の中に入って、ここは姫路城のフォトスポットですね。三の丸広場をこう通ります。そしてここでチケットを購入。券売機で購入します。大人1枚1000円です。寝ぼけているのか、お札を入れるところにカードを入れようとしています。でも無事に購入。令和8年3月からは姫路市民以外の大人は2500円になるそうです。そして入場します。パンフレットもいただきましょう。あとは天守に向かいます。しばらくは天守までの道をぐるぐる回り込みながら歩きます。敵を簡単に侵入させない意味もあるのでしょうね。やっと天守が近づいてきました。もう中に入れるのかと思いつつ、まだ歩きます。もう目の前ですね。ここは頭をぶつけないように注意。天守閣の石垣の真下です。こんなにつづら折りならお城を攻めるのも大変ですよ。この先の天守閣の中はトイレはないそうです。こうしてやっと天守閣の入り口、息切れしてる音が入っていました。ここで靴を脱いで上がります。中はエアコンはありませんし、スポットクーラーはあるものの、夏はかなり暑そうだし、冬は足元がかなり冷え込みそうです。靴をレジ袋の中に入れて持っていきます。
姫路城のサイトを見たら、なるべく靴用のマイバッグを持ってきてほしいと書いてありました。寒い冬は滑り止め付きの厚めの靴下があれば良さそうですね。入ってすぐは地階だそうで、流しは川や東大柱に西大柱があります。一つ階を上がって1階、窓があるので明るいです。1階ですが石垣の高さがあるので見晴らしがあります。姫路城の規模構造の説明です。そしてまた階段を上がります。どこのお城でもそうですが、結構歩いて登ります。再現されてエレベーターがあるお城以外は木製の狭い階段を登ることになります。この時で10月19日、暑さは一段落したものの、歩いて登っての天守の中は人が多かったので結構暑かったと思います。東大柱です。ボランティアガイドの方が説明をされています。4階の説明板を見たりして、また上の階へさらに登ります。階段に次ぐ階段、こうして最上階の6階に着きました。お城はもうどこに行ってもほんと人でいっぱいですね。こちらは西側の景色です。南側です。下に三の丸広場、その先の道の突き当たりが姫路駅です。姫路市内にあるお坂部神社が最上階に分祀されています。さて最上階を一回りしたので降ります。これは下りの階段の行列待ちです。下りは上るより体力は使いませんが、やはり頭をぶつけないように気をつけないといけません。続けて階段を降ります。窓縁にある一段高いところは、窓から敵を鉄砲や弓矢で迎え撃つものでしょうか。階段をどんどん降りていきます。姫路城の柱の骨組みですね。この辺りはお城の瓦の展示、姫路城の装甲全体の模型図です。南側は姫路駅あたりに外堀があったそうです。画面下が南側です。この後靴を履いて、そして降りると靴を脱いだ場所でした。こんな感じで天守閣を登っておりました。撮影しながら登って降りて30分ほどでした。説明板をゆっくり見ていたらもっとかかっていたと思います。外に出て備前丸跡の広場から見ました。間近でお城らしい姿が見ることができます。天守閣を楽しみまして、そろそろお昼なので外に出ましょう。お城の外に出るまでまだまだかかります。備前門を出ると左に井戸がありました。井の来は櫓です。さらに歩きます。李の門を抜けた先にはお菊井戸がありました。播州皿屋敷とありますが、私が知っているのは番町皿屋敷。1枚、2枚、3枚。この辺り諸説あるみたいです。井戸の底を見ましたが結構深かったです。明治、昭和、平成の大天守のシャチ瓦です。時代とともにデザインが変わっていってますね。布門を抜けて先ほど入った時に通った順路に戻ってきました。井の門を抜けて石の門から出てきました。ここはチケット売り場の裏手です。有料エリアから外に出まして、ここはお土産屋さんですね。小さなリュック一つで出歩いているので、ここで買うと荷物になるのでお土産は後で買います。ここで時間は12時20分でした。ちなみに先ほどお城入り口の桜門橋を渡ったのが10時40分でした。三の丸広場の桜はお疲れのようです。休ませてあげましょう。根っこのところが踏まれて疲れてるんでしょうね。姫路城の東側には姫路市立動物園がありました。いろいろ楽しめる姫路城。この日もインバウンドなお客様でいっぱいでした。こうして姫路城を後にしました。この後はお昼なのですが、さすがにこの時間はどこも人が多くて姫路市内をさまよいました。結構歩いてお昼はこれにしました。姫路の B 級グルメのちゃんぽん焼き。ここで言うちゃんぽんとは混ぜているという意味で、
うどんと焼きそばの麺がミックスされた焼きそばです。甘辛ソースがよく効いていて美味しかったです。ただボリュームが結構ありまして大盛りの量に感じました。お願いしてできるのなら半分お持ち帰りしたかった。それでも味は美味しいのでなんとか完食しました。ごちそうさまでした。その後姫路駅に戻り、姫路駅南口からバスに乗ります。バスの乗車時間は6分ほど。降りたバス停は高アポ北で良いのでしょうか。この周辺を見渡すと五座候とあります。五座候というのは回転焼き、大判焼きのことで、姫路市に本社があるその名も株式会社五座候の回転焼きの名前が五座候です。その本社近くに五座候の小豆ミュージアムがあるので見学することにしました。施設内の地図です。一番奥に小豆ミュージアムはありました。と訪れたのは良かったのですが、ここは館内は撮影禁止でした。唯一撮影できたのが巨大な小豆の実。あんの原料である小豆にこだわった文化施設で、世界中で作られる豆のうち小豆の占める量は1割にも満たない。品種改良を重ね、生産は北海道がかなりの割合を占めている。あと小豆が赤いことから赤い色のこだわりや小豆に関する短編映画の上映もあったりして、小豆に関してかなりの勉強になりました。館内見学を終えた後は敷地内にある工場ショップで熱々の五座候を購入していただきました。うまく半分にできませんでしたが、中にぎっしりとあんが詰まった五座候美味しかったです。1時間半ほど滞在した小豆ミュージアムを後にします。姫路駅へ向かう帰りのバス、ちょうどやってきました。これで本日の姫路観光は終了。バスの中で小豆ミュージアムのリーフレットを見たりしました。姫路駅に戻り、駅構内でお土産を買ったりしました。あとは帰り道です。今日は観光メインであまりこの JR 西日本 QR2デーパスは使っていませんが、多分今日の乗車でも1日分の2000円より多く乗っているはずです。姫路からの帰りは17時41分発の新快速草津行き A シートで帰ります。新快速 A シートに乗車します。 A シートは青色ののれんなんですね。売れシートは緑色でした。座席は特急と同じリクライニングシートで、大きなテーブルやコンセントもあります。チケットレスで大阪まで1時間を600円で乗れるのはいいですね。もうすっかり暗くなった姫路駅を発車。本当は姫路駅で駅弁を買って A シート車内でいただくつもりでしたが、ちゃんぽん焼きがまだお腹に残っているので、今夜の夕飯はバスです。大阪駅までの停車駅です。今朝降りた神戸駅です。時速130キロ運転の新快速、夜の神戸線を爆走します。大阪駅からは大和路快速鴨よけに乗り換え、夕方の時間ですが座れました。天王寺も発車して久宝寺駅です。次は旅のゴールの王子駅ということで、王子駅に到着。2日目の行程を普通に乗車券を買うと、三宮神戸が150円、和田岬兵庫が150円、兵庫姫路が960円、姫路王子が1880円で、以上で合計3140円となり、1日あたり2000円をはるかに超えて元が取れています。鉄道旅を楽しんだり、現地で観光を楽しんだり、存分に楽しんだ2日間でした。また何か関西で2日がかりで旅をすることがあれば JR 西日本 QR2デーパスを使ってみようかなと思いました。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。